こんにちは、トラスト企画の葵です。みーくんです。そして花です。はい。はい、ちょっと今日なんだけど。今日はね、皆様にね、はい大事なご報告があります。何気になる。珍しいですね。真面目な動画は。はい。はい。今日はですね、はいなんと、はい。トラスト企画アメリカに支店ができました。すごい。はい。ね、場所はですね、アメリカのね、カリフォルニア州です。すごくない？ LA です。ロングビーチです。 LA だってはい。はい。ビーチあるんですか？ロングビーチあるよ。おっぱいボヨンボヨンの人いっぱいいるの。もう真面目じゃなくなってしまった。じゃないな。はいはい。やってみる。もうなんでアメリカにまず進出しようと思ったんですか？まあそうだね、はいスポーツカーを扱ってて、はい結局その日本の市場がどんどん縮小していく中で、まあ生き残っていくためにははいやっぱ世界に出ないといけないなということで、はい。じゃあ一番のターゲットはどこかって言ったら、はいやっぱ市場規模の大きいアメリカの中でも、はいより、ビジネスチャンスが広い、カリフォルニア州っていうところに、決めて、そこに進出することになりました。はい。もともと実はね、車のパーツをずっとヤフオクとかで販売したと思うんですけど、はい海外のお客さんにはこう eBay だったりとか、そういうのを使ったりとかして販売してて、まあ、そのうち自社サイトだったりとかして、はい結構ね、日本の消費者の方にパーツを売るよりも、どっちかっていうと世界、まあ、アメリカ以外にオーストラリアだったり、はいまあ、イギリスだったり、はいまあ、ヨーロッパだったり、そのアジアの人たちだったり、中東の人だったりとか、そういう人たちにもものすごいまあ、認知されてきて、はパーツをね供給していました。で今後ねまあ、25年規制っていうね、スポーツカーがね値上がりするっていうはいところで、やっぱアメリカが一番いいんじゃないかっていうことで、はいアメリカを選んだんですけど、はい、まあ、パーツをこう販売してたんで、はい特にこう進出する上で細かいそのハードルってのはなかったんですけど、はいもともとその1個ずつその DHL だったりフェデックスだったり、直接お客さんのところに商品を発送したんですけど、はいまあ、これからは向こうに会社があるので、はいコンテナでこうガンと振ってで、輸送コストを下げて、はいでそこから販売できるという感じになったんですね。だからよりお客さんが、はい手軽に商品が買えるようにうん、な仕組みになりました。はいそうですね、はい海外のお客さんだとやっぱアメリカの方がすごい多いので、うんうん。よりねみんなが買いやすくなったのかなと思いますね。できたことによって。そうですね、特に大型の商品だったり、はい重量物だったりしたものっていうのが、はいその1個送ると本当に何十万とかかかったりとかしたんですけど、はいまあ、それを負担してもらいながらも買っていただいてたんですよ。そうですね。あーなるほど。まあ、それを負担軽減するはいことができたっていうのは大きなメリットかなっていう気がしますね。で今パーツを販売してるんですけど、はい将来的には車の方も輸出しようかなというふうに考えてます。まあ、そのためにも準備はしてあって、はいまあ、当然よくねYouTube でもちらちら映ってる通り、25年を見据えた車両在庫の確保、はい当然安い時に仕入れをしていますので、はい実際その輸出できる頃には適当な本当に値段になってて、はい。莫大な収益を上げられるような構図になってます、ビジネスプランとしてはね。はいはいなんかもう社長ですね。今日はみーくんじゃない。いいくんじゃない。まあそうですね、やっぱりね、じゃあ25年規制が解除されたから、じゃあ今から商売始めようかっつっても遅いんですよ。やっぱりその25年になる前に実際向こうで稼働させといて、25年経ったらもう速やかにこう、販売できる体制を、体制を作っとかなくちゃいけない。はい。
あとまた1年半ぐらいあるのかな、はい1年ぐらいね、今9年車、平成9年車、はいGTR だと34の GTR だとしたら、はい11年なんで、1年2年か、2年ぐらいあるし、はい私たちもね同い年だから。同い年だからはい、で ER34 とかだったらね、はい平成10年車もありますから、はいあと1年34ヶ月かな、どんどん迫ってきましたね。そうそうそういいんだそう、ねようやく出せるかなっていう気がしますね。はいこれがね、脅威となるか、他のその輸出業者がね、脅威となるかどうかっていうのは分かんないんですけど、はいもし必要だったらね、タイアップもできますし、一緒にビジネスやりたいっていう人がいれば言っていただければ、できますので、はい向こうにね会社もありますので、はいはいじゃあもうちょっと指導はもう始まってるんですか？そうですね、当然うちからね海外事業部っていう部門があるんですけど、はい昔花ちゃんがいた部門があるんですけど、はいそうですねあそこのスタッフが今こちらから海外出張っていう出張で、行ってますね。はいで当然現地の対応もしてますし、はい現地のスタッフアメリカに住んでて、仕事をね採用されて仕事してる人間もいます。でやっぱりね、ただやっぱりねこう幹部候補生っていうかね、はい向こうでその立ち上げてこの会社を引っ張っていくなんか大きなその原動力となるような人材をちょっと今ね募集はしてるんですね。そうなんですね。やっぱりその幹部っていうことなので、はい当然その給与面においてももう基本給から全然違いますし、初任給から全く違う状態になってます。一応日本で研修をして、研修でもう OK でしょうと、向こう、同じことするんですけど、向こうに行ってもちゃんと普通にできるようなぐらい日本で研修してもらって、できたら向こうに行ってもらって、ビザを取ってもらって、向こうに永久就職という形になるような感じになります。給与面に関しては、会社のホームページの方を見てもらうと、基本的に載ってるんですけど、今この場で言えるのが、初任給っていうのがね、初めて会社に来た時の給与が日本での給与が約40万円です。それに、小手当とか、いろんな手当がつきます。で研修が終わって実際アメリカに行った時の、初任給は基本的に80万円ですね、月給。すごいよね、やっぱりね。80万っていうのはあくまでベースであって、それにプラス、いろんな住宅手当だったりいろんな手当がついてきます。諸手当がつくんで、おそらく、100万ぐらいかな、初任給が。アメリカに行くと。すごいね。夢あるよね。夢あるね。もうそんなこと言ってたら別に日本だって100万ぐらい働いて稼いでる人いますからね会社でね。初任給っていう、初任給じゃないからね、積み重ねていってそこになったね、スタッフもいますけど、いきなりそのね金額からスタートになりますから、それなりのねハードルが高い、だから採用にあたってもね、結構厳しかったりとかもしますからね、よりね本当に人材をね優秀な人材を求めてるってことなんですよ、それだけの。今もう指導が始まってるんですけど、その向こうでもうトラスト企画として働いてくださっている方からちょっとアメリカからね動画が送られてきたので、この後ちょっとそちらの動画を見ていただきたいと思います。Hi guys, and welcome to the first video from TKGT Cars USA. We are a wholly owned subsidiary of Trust Keikaku out in Japan. As you guys know, they're a big exporter of JDM parts and cars. This is a warehouse that we're currently working out of, ready spaces. So when you guys come to pick up your parts, or in the future when we have our showroom and you guys come see it, this is where we'll be at.
and welcome to our warehouse. We're still in the process of setting up, so in the future we hope to have a showroom here where our customers could walk in and see any parts that they ordered or that they want to check out before purchasing. Later on, I'll show you guys our current option for warehouse pickup up at the front of the lobby. After you guys place your orders online, we pick up your items and then we bring it here to the packing station where we make sure that we prep everything and make sure everything's safe to ship. Once we package it and box it up, we wait for our shipping carrier and we like to ship out within 3 business days. Okay, so this is our parts section for our first shipment. We mostly brought in a bunch of Nissan OEM parts and Nismo parts, including Nismo Heritage parts that a lot of dealerships here in the US wouldn't be able to get. So a couple examples of just, Nismo parts. This is an intake corrector kit. Down here we have a titanium strut tower kit for the BNR 32. Some Nismo Heritage parts that we brought over. Right here we have wash tank for your washer fluid on the BNR 32. Down over here we even have a couple of cylinder heads for the RB26. On top of a lot of the OEM and Nismo stuff that was brought over, we also have a couple aftermarket parts, including HKS oil filters. You got some HKS timing belts, accessory belts here, spark plugs. There's a couple Mines parts here in stock too. For our future containers, we want to ask you guys what you guys want to see brought over. So you guys can leave a comment down below, let us know what you want, shoot us a message on Instagram, send us an email at info@tkgtcars.com. Once you guys come into the front door, you'll be asked to sign in on this tablet right here. You just go ahead and tap, you sign in, visitor, you fill out your information. Just do a little test here. Take a picture. And for me, this is very important, guys. So just go ahead and type out our company name, TK space GT Cars USA. Click on it here. Accept, and then go ahead and send us that notification. We'll get notified on our system and then we'll come out and greet you here with your parts. So for now, we are only shipping domestically to the United States. We plan to expand by shipping to Canada and then internationally as we grow. We also plan on bringing in JDM cars a couple years in the future. So your Skylines, your GTRs, and other JDM vehicles that you guys might want to see here in the US. ちょっとすごいなんかもう倉庫っていう感じですね。なんかなんていうの。まあそうだね。最初にこうちっちゃくやってだんだん大きくしていこうかっていうことだと思ったんですけど、もういきなり最初からでかいしてて、すごかったですよね。入り方すごいよね。入り方すごかったよ。セキュリティがね結構厳重なんですよ。はい。なんかもうアメリカって感じだよね。だってあんな水色のコンクリート見たことないですもん。もともと今パーツをメインで販売しているので、まあパーツがいっぱい会社の中にあって、まあそれをこう受注管理して配送してるっていう感じなんですけど、はい。あれはまだ初期段階で、実際にあれよりも例えば車の販売を始めたらもっとまあ別なところでこう本当にディーラーみたいな感じで車並べてみたいな、販売する予定ではいますね。はい、楽しみだね、はい、なのでパーツも知ってて車も知ってるっていうね、そういう人たちが欲しいですよね。はい、まあ倉庫はね、ミー君がね、アメリカに行って選んできたんですよ。ミー君アメリカ行ってたんですか？行ってました。知らないうちにいろいろ物件をねこう売り物件だったりね、レンタだったりね、見て、どこがいいかなっつって、リモートとかじゃなくて現地に行きましたよ。現地行ったんですか？コロナ禍にね行ってね、でもあそこがでも一番ベストだったんですね。なんとか見たんです。そう、いろんなところをこう見て、まあ小さかったり大きかったりとか使いやすかったり使いにくかったりとか、まあコスト的な問題だったりとか、まあいろいろあったんですけど、まああそこが一番、まあいろんな多角的にできるかなっていうことであそこにしました。場所も良かったんですよ。はい。まあ港からも近いですし。ロサンゼルス、都市部からも近いっていう、そういう、ちょっとこ
これは私たちも行きたいね。あね行くと分かるんですけど、帰ってきた時大変なんですよ。どういうことですか？ 2週間隔離されるんです。隔離期間があるから。ミークはちゃんと。そう隔離されそう隔離されたんですよ。ミー君が動けないっていう。そうだからねオンライン撮影でした。それでもお仕事はしてた。そう全部ね朝の朝礼とかもオンラインでやったし、はい、アメリカ楽しいよね。楽しい。はい、仕事以外もなんかそう遊び行ってるご飯食べに行くとね、なんかねいいお姉ちゃんいっぱいいるとこ連れてってもらったりねしてね。はい。的にいい場所確かに。お写真あるのかな？あるのかな。あ見せないでください。変な写真。そうもうねそういうところだったな。いつ頃行ってたんですかアメリカ？いや去年だよ。去年本当はね行きたくなかったのアメリカに。コロナ禍だったから。そうですよね。そうただその会社を設立する上で、どうしてもサインをしなくちゃいけない。書類に会社を立ち上げるための登記するためにね、アメリカでそう社長がサインしないと登記できない、オンラインでできないの。そうなんだ。輸送でこうやったりとかもできなくて、はい、そのために行ってるんですよ。はい。で去年行ったんです。しに行くのがメインで行ったんです。要はこの辺で、当然現地の、スタッフでチョイスをしてもらってて、この辺とこの辺とこの辺が、候補ですよっていう感じで、この辺でやった方がいいんじゃないですかっていう感じで、はい、でそれを1個ずつ見てって最終的にそこにしたんですけど、なんか私全然わかんないんですけど、向こうの車屋さんとかってどういう雰囲気なんですか？実はねカリフォルニアってね、日本人が経営してるその修理工場さんだったりとか、板金工場さんだったりとか、実はあるんですよ。結局その車をね輸出する上で、どうしてもね関わりを持たなくちゃいけないんですよ。要はつながりがないとうちメカニックを発見してないので、そうですよね。結局販売の方の人たちしかいないから、その外注先に、整備をお願いするしかないの。で整備お願いするときに古い日本の車はちょっとって言われる話だったんだけど、いやうちは車はこの部品を交換してくれって部品も一緒に出しますよと、ね、普通はなかなか揃えられないから困っちゃうっていう話だったんだけど、うちは部品を用意して持ってくるので大丈夫です。それだったら全然 OK ですって話で、みんなその車を直してくれって持ってくるんだけど、部品がなくて直せなくて日本から取り寄せるみたいな話ですごい時間かかっちゃったりとかして、その預かってる期間が長くなっちゃう。ただうちはその部品がすぐ日本から、供給できるっていうか、アメリカの視点から供給できるっていう、ことができるんで、すごい向こうの人にとってはいやそれだったら一緒にやりたいですやりやすいですよね。そしたら、そうなってますね。実際アメリカ行ってそういう日本のスポーツカーとかって走ってました？走ってました。そうなんだ。何見かけましたミー君は？実はね86みたいな車と86みたいな86なのかな、あれ86なんだろうね。86なんだろうね、とか、比較的新しいトヨタの車とか多かったな。あんまりね Z とかね、あとなんだっけロードスターミアータっていうのかな、よく海外で呼ばれてる。あれもねあるんだけど、やっぱ普通のちっちゃい普通の車が多いかな。意外とカローラとか、カローラっていうかなんかヤリスみたいな感じの車とか。そうなんだ。GTR とかねあんまり見かけないですね。だからそんなに台数ないんじゃないですかね、まだね。
がねうん入るようになったら増えるかもしれない。増えるかもしれないね。すごいですね、それは。はい。あんまりこうのやっぱ日本と一緒で、やっぱコレクターっていうのはこう乗り回すっていうよりもどっちかっていうともうガレージに保管して眺めるっていう仕事かな。そういう感じが。だからねあんま見かけないのかも。そう今日本だって見かけないでしょ。確かにそうですね。そうタイの GTR とか、みんな閉まっちゃって。そうですよね。乗ってそうそう。晴れの日じゃないと。そうそうそう。でちなみにアメリカね1週間ぐらい行ったんですよ自分。あ、そう1週間行ってたん長いでですすね。ね。そうそうそう。でコロナ禍だったじゃないですか。はいで俺エコノミーで行ってたの。そしたらいやビジネスクラスじゃないとダメですとかって言われて、ちゃんと箱で隔離されたシートじゃないと。すごい。でこうね、はいでも日本の航空会社で行ったんだけど、はいアナとかではいしたらはい。ガラガラで、ついてるそうんだ。数人しか乗ってないのそのビジネスクラスで。やっぱり行く人ですね。今このコロナ禍だから。そうそう去年ね、少なくて、おお少ねえと思って、ガラッガラで、で入る時も大変だしこう帰ってくる時も大変なんですよ。 PCR 検査とか何回もやって、PCR は空港で受けたんですか。空港でもやるんだけど、はいホテルにも PCR 検査できるとかあって、そこにそうなんだ。やってパックに入れて郵送で送ると、メールでその結果が出てくるんだけど、それを持ってかないと飛行機乗れないから、そう飛行機に乗って飛行機が降りたら今度はもうそこからPCR 検査とかあるから空港から出るまでに2時間以上かかるね。大変だ。その結果が出るまで待ってる。そうそうそう飛行機着いても2時間は出れないね。まず飛行機から降りる時に30分かかるから、あんなに空いてるの飛行機なんか難しい。接触しないようにああ。もうほんと一人ディスタンスを。もう一人ずつみたいな感じでこう下ろしてるそこまでするとかと思いながらもう本当にでもういろんなチェックがあってでそこを通過していかないと出してもらえないの。そう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 今すごい。そうそうちなみに思ったんですけど、みーくんはその格好で行ったんですか、アメリカに。つなぎで行ったんですか。いや一応私服で行って向こうでこうしました、結局来たんだ、そのつなぎは。いや普通の私服の時もあるよ。私服の時もあったよ。私服の時ね。私服の時もあるけど、私服のが多いけど。多いけど。これが私服になってきてる。なってる。日本はこれだよ。日本はもうこれですね。これ一本だ。俺もう飛行機乗っても新幹線乗ってもこれだからもうこの格好だからもうバレバレよ。バレバレですよもう。そうそうそう。いやでもそのうち多分、アメリカにもしまたねミク行くことがアメリカに行く時はこの格好でビジネスクラス乗ります。めっちゃ声かけられちゃうよね、車好きの。車好きな人アメリカンとかつって絶対なりますよ。GTR みたいな。 GTR だって言って絶対なりますよ。そう一緒に写真撮ろうぜっていうのね。なっちゃう。なっちゃう。日本はアメリカも日本化してくるから。そうそうそう。なんか1週間のうち美味しいもの食べれました？食べたよ。やっぱりこうちょっとお姉ちゃんの隣についてこうサービスしてくれるお店とかに行って、ちょっとこうボインボインのお姉ちゃんたちいけで。ないんだ。そっちは堪能してるよね。そう毎回ここの店でいいですって話。飽きないんだ。そう他の店じゃなくていいです。ここでいいです。ここ一本で行きましょうって言ったら。行った方がいいですよみんなそこに。相当良かった。しちゃってるよ。はいそういう店です。そういうお店です。はい。そういうみーくんのねアメリカのエピソードでした。はい。まあそんな感じでねアメリカも堪能してきました。はい。だからこのね花ちゃんとかねあおちゃんとかもね一緒に行ってね。そういう店で働いてね。やだやだ。働いて。おかしいな。ちょっとね採用されないかもしれない。これで叩こうかな。ちょっとね基準があるんですよ。基準があるんですよ。働かない。なんかすごい重要なことを聞き忘れたんですけど、はいアメリカ支店の会社名。会社名なんだっけ？
待ってやばいやばいそれは社長も忘れちゃいけないダメだ言っちゃう会社名なんだっけ頑張ってトラスト企画じゃないんだよ。トラストってさ、はい会社名でいられないんだよ。なんでですか？向こうでその信用とか信頼っていう意味の意味合いのものは、はいなんか銀行とかね、そういったところじゃないとつけちゃいけないみたい。そうなんだ。そういうルールがあるんですね。そうですね。一般の企業はつけられないみたいです。トラストっていう名前は。そう。じゃあもうトラスト企画じゃないってことですね。会社名。そうそう。だからトラスト企画だから、頭文字取って、はい T と K だから TK。TK。 TK？はい。実はまだあります。まだ長い。TK じゃだって TK って言われて TK だよってかっつったらだったらあれじゃん。まあ普通はみんな TK って言えばいいんだけど、そうちょっとね。でまあ車だからほらねカーカーが入ってる。 TK あれ覚えてない。いやあれおかしいな。カーの前にね。カーは前に G そうですね。うちの GT だな。そうです。 GT カーだね。そうですそうね。TKGT GT カーズじゃない。はい。 USA。 USA っていう名前になってます。はい。忘れちゃった。もう一回言うか。もう一回お願いします。 TKGT カー USA。カーズ。複数形です。複複数形ね。一台じゃないから。いっぱいあるよいっぱいあるからね。はいそうそういっぱい持ってくからね。はい。っていう比較的ね読みづらい感じだった。まだねちょっと浸透するまでには時間がかかる。まあ TK って言ってもらえばね。 TK って言ってくださいそう。っていうことだよね。はいはい。じゃあ今後はその TKGT カーズ USA をもっと大きくしていくために皆さんはい。でこれからもそういったアメリカのその支店のやつの動画とか上げてったりとかするの？そうですね。うんもし現地にスタッフがいるので、動画ね送ってもらうことも可能なので。そうなんです。で今 TikTok の方とかインスタとかにも動画上げているので、チラチラね。そうああなるほどね。そうなんです。はい。ちょっとそちらも皆さんぜひご覧いただければと思います。はい。きっとね今見てるね日本の視聴者多分多いと思うんですけど、トラスト企画もやっぱり日本のね大切なねスポーツカーを輸出してしまって日本からね車をなくしてしまうんじゃないかっていうふうに思われてるかもしれないですけど、はい。トラスト企画がその車を輸出しなくても、他の会社が、ガンガン輸出してます。大手例えばね緑の看板のお店も当然、輸出してますし、買い取りメインのところね、リンゴだかみかんだか分かんないところねあそこも輸出してます。あとは本当に自分たちとライバル店になりそうなスポーツカー専門店の方たちも実はあんまりその輸出って言ってないんですけど、実は輸出してます。そうです。はいはい。あんまり言ってるとなんだろうな日本のお客さんからの、クレームじゃないんだけど、いろんなねあれがあるんで、意見が出てくるので、あまりこういうふうにやってますとかっていうことは言わないように水面下でやってるケースが多いですね。はい、だから、自分たちがやらなくても、要は市場原理でどうしてもその車の価値をきちんと評価してくれるところに車が行ってしまうってことです。そうなんですよね。日本の人たちがその車はこのくらいの価値だと思えば、ね、日本が残るだろうし、そうですね。有利なんだよ。輸出するっていうことは運送コストだってすごいかかるし、税金だってその関税だってかかるし、手間しかないですね。すごい高い値段でも買ってくれるわけです。はい、日本はねすぐあるからね、そのまま買えるわけです。そうですね。だから別に日本の人がね車を今後残していきたいんだったら日本の人がたくさん車を抱えとけばいいだけです。売らないで。はい。確かに。はい。それをね日本の人たちが買わないから、
いろんなね海外に流れていってしまうってことなんですよ。海外の方が需要がある。あるからそうそうそう。そうですね。はい。はい。そう需要があるところに流れていっちゃうという、はい、でそれはねじゃあ自分たちがトラスト企画が輸出しなかったとしても、もう流れていっちゃいます。はい、現状そうですもんね。もう流れてます。流れてます。流れてます。たくさん輸出してる、もうすっごい、だってすっごい輸出してるよ。なんならうち全然ですもんね。そうそう、もう全然だから。はいうん。ただこのビビたるもんでもう 0.00 何%だよ。はい、自分たちがやりますって言った台数なんて、はい、そんな大した台数じゃないんだけど、まあ細々と販売していきましょうっていう感じですね。はい、はい、はい、じゃあ今後ともそのアメリカ支店のね TKGT カーズ USA もこれからどんどん大きくなっていくと思いますので、皆さんもし興味がある方、今回の動画とかを見てねご興味がある方はぜひ随時もうスタッフさんをね募集しているので、ぜひトラスト企画までそれご連絡いただければと思います。そうですね。募集内容は詳しくは概要欄に載ってるので、そちらから確認お願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。